プジョーの紋章はライオンなのでインテリアがすごいんですよ。日本の道でもぴったりなんじゃないかなと思います。小ささを車内では全く感じないと。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日は2台のプジョーをご紹介したいと思います。当番組でも2台ご紹介するの珍しいんですけれども、皆さん知ってました？今プジョーってマイルドハイブリッドのラインナップがめっちゃ揃ってるんですよ。でこれはですねちょっといっぺんに紹介しないと順番追いつかないなということで2台ご紹介していきたいと思います。まずはこちら408の GT ハイブリッド、そしてこちらが2008の GT ハイブリッドです。今年2025年のですね日本カー・オブ・ザ・イヤーの10ベストカーに3008のハイブリッドが入りました。3008、それでですねすごく名前を挙げた感じあるんですけれども、実はプジョーにはもっと扱いやすいサイズのこのハイブリッドもあるんです。さあそれでは今日はですね内外装と使い勝手からじっくりと見ていきたいと思います。今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。まずすっごく基本的なところからいきたいと思います。408、真ん中に1つゼロが入っているのと2008、真ん中に2つゼロが入っているモデルがあります。この2つ入っているのが SUV タイプということにプジョーの中ではなってます。というわけでですねこの408はものすごくファッショナブルなファストバック形状をとっているんですね。そしてこの2008は SUV ということで1台ずつ紹介していきましょう。さあまずは408からいきたいと思います。この408はですねミドルクラスにあたります。2、3、4、本国では1もあるんですけれども、プジョーの中では割とハイエンドに入ってくるのでめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で私もここまで運転してきたんですけれども、あれこの車すごいいいじゃんって思ったところが走りの方にもあるので、これはねぜひこの次の試乗編をご覧いただきたいんですけれども、ルックスもすごい綺麗ですよね。さあ近代のプジョーはですねこのグリルのところがドット形状になっていて、ここがすごくファッショナブルです。ボディと同じ色をとってるんですけれども、このグリルの中に関してはペイントになっていて、でこれがグラフィカルになっているので非常にですね広がりのある、ボディサイズをねより大きく見せるようなそんなデザインになっています。プジョーの紋章はライオンなので、このライオン猫顔を思わせるようなライトデザインというのが代々割と特徴になっているかなとも思います。特に近年のプジョーに関しましては割とね強めの顔になっています。はい、これでライトオンになってます。右左、はい、そしてハザードです。そう実はここが光るんですよね。これがまたすごくスタイリッシュですし、めちゃめちゃ大きなユニットを縦に使っているので、縦方向にもすごく面がね大きく見えるという、顔が大きく見えるというメリットもあると思います。これがプジョーのデザインのすごいところだと思うんですけれども、縦方向にライトが入るとノーズのスタイリッシュさっていうのがそがれて少しミニバンっぽくなってしまうから、グドンにともすればそのデザインが見えてしまうんですけれども、それがですよここからパーッと広がるようなこのデザインをとっていることと相まって、ボディがしっかりとですね横に広がっているんだけれども締まっているっていうね、横と縦のバランスっていうのがすごく綺麗に投入されています。この辺は本当にさすがプジョーというか、そのフレンチデザインの妙というところをすごく感じる部分ですね。このアンダーグリルの部分も何気に効いてて、くびれがあって両方ともに広がっていくので、ここも接地感の部分につながっています。ですからそのフロントのデザインだけではなくて全体的にいるんですけれども、このプジョーの車ってこのボディカラーだけではなくて黒、ツヤの黒っていうのを本当にすごく上手に使っているので、メリハリ、わびさび締まっているっていうところがすごくあるんだなっていうのを改めて感じました。さあそれではサイドビューです。ファストバックと言いましたけれども、こういうことです。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。全高はですね1550なので、一般的な立体駐車場にも入るサイズなんじゃないでしょうか。このしっかりと傾斜したリアエンドの方もすごく綺麗なんですけれども、それをさらに引き立てているのがこのウィンドウのデザインだと思います。伸びやかなラインっていうのをねより強調させているかなと思うんですよね。結構やっぱりフランスのデザインって個性的なラインを持ってくることが多いんですけれども、この辺も見どころです。全体的なバランスの取り方の美しさっていうのは同じ欧州でもやっぱりドイツ系には見られない個性かなと思います。さあそれではタイヤとホイールです。
大好きなミシュランが入っています。Eプライマシーなんですけれども19インチ、結構ねしっかりしたサイズです。ホイールのデザイン自体もすごく個性的なんですよね、プジョーって。で幾何学模様みたいな直線ラインみたいなのをたくさん使ってるんですけれども、結構ねその面っていうのを生かして、この辺は電動化というかその先進性ハイブリッドのその電動っぽい感じっていうのをホイールデザインでも表してるかなと思います。ペイント面がすごく大きいので黒くて大きく見えますよね。さあそれではリアビューです。もうめちゃめちゃ個性的ですよね。で個性的なんですけれどもどぎつすぎないっていうのもまたこのプジョーの良さかなと思います。この辺の幾何学的なラインが本当に芸術的だと思いませんか？こんなねその空力を思わせるような形状で、しかもパキッとラインを入れてですね、ここだけで見どころすごくありますよね。はい、ここもしっかりとダックテール形状になっていて空力走りっていうのを感じさせます。そしてやはりこのリアもほらたくさん樹脂を使ってねすごくカジュアルに仕上げているんですよね。ドレッシーすぎずに日常と寄り添う車という意味ではものすごく存在感はあるんだけれどもちょっとカジュアルだよみたいなね、これ本当にねうまいバランスだと思いました。はい、ちなみにライト光るとこんな感じです。今ブレーキ踏んでます。プジョーといえばライオン猫科ということでこうね爪でひっかいたようなそんなリアライトになってます。可愛いですよね。さあこの個性的なテールゲート開けてみますね。もうこのクラスの車で電動のテールゲートがついているのめちゃめちゃ嬉しくないですか？私これ本当に大きなメリットだと思うんですけれども、今時欧州のプレミアム系ってやっぱりこういう快適装備が割とオプションになってて、後方車仕様で買おうと思うともう1台買えちゃうぐらいの価格になってることがすごく多いんですよ。これぐらいの装備の車を買おうと思うともう1台その車買えちゃうんじゃないかぐらいのオプションが乗っかってることがすごく多いんですよね。けどプジョーの選択肢としてはこれほとんどオプションなしで吊るしでこの価格なので悪くないなと電動だしって思って、物価高の時代だからこそこの選択肢っていうのはすごいありなんじゃないかなと思ってめちゃめちゃ刺さってます。さあそしてしっかりと開くテールゲート、中にはこんなに荷物が詰めちゃいます。私のバッグとそれから撮影品とペットボトル入れてみました。深さがあるのでね結構物がしっかり入りそうですよね。しかもこれですよ、ほらパタン、両方倒すと相当な荷室になります。さあそれではインテリア見ていきましょう。インテリアがすごいんですよ。これ車好きな人というかフレンチ好きな人からするとですね割と当たり前というか昔からそうなんですけど、プジョーって本当にインテリアが綺麗なメーカーなんです。もう代を増すごとに一時ちょっとねっていう時代あったんですけれども、このインターフェースになってからまたそのプジョーのインテリアの良さっていうのが息を吹き返した感じがします。まずシートね見てくださいよ。この黄色いステッチが入った、これね GT という上位グレードなのでまたその GT っぽさっていうのを表してるんですけれども、プジョースポールってこの蛍光の黄色みたいな色をねよく使うんですけれども、そのプジョースポールっぽい感じもあるようなステッチが随所に入っていてめっちゃくちゃおしゃれです。はい、そしてこのアイコックピットと変形ステアリングですよね。ここ見ていきたいと思います。さあこんな感じでですねインターフェースが目覚めます。このインターフェースがものすごい特徴的なんですけれども、分かりますかね。もしかしたら動画では分かっていただけないかもしれないのでぜひねディーラーに行って見ていただきたいんですけど、 3D なんですよ。すごく立体的にこのなんていうんですかね、レイヤードが奥にあるようになっていて本当に 3D になっています。で表示もめちゃくちゃおしゃれです。さあプジョーといえば小径のステアリングですけれども、この小径のステアリングもよりスタイリッシュになりました。中にねステッチが入っていて、この小径のステアリングは脇がキュッとね自然と締まるスポーティーなドライビングポジションを取れますし、実際にハンドルがちっちゃいので取り回しがすっごい楽ちん、めちゃくちゃ軽く感じます。でこれも小径、プジョーといえば小径ステアリングっていうのはもう定説なんですけれども、それがよりこの世代になってこれも洗練されたかなと思ってます。でADAS系もね綺麗にここの中に入っているんですけれどもすごくシンプルですよね。そしてこの GT のグレードのマークもあると。でこのインターフェースです。アイコックピットって言ってますけれども、このアイコックピットもものすごく進化しました。でもちろん今ミラースクリーンって出てますけれども、私のスマートフォンをミラーリングしてました。これはここにもある通りこのミラースクリーンであったりとかそれからこの電話であったりとかこのデュアルになっていて操作系がですね2つに分かれているので直感的にこれがショートカットになって使いやすいという感じです。そしてこの USB の Type-C を私は iPhone の16 Pro なのでこれを挿すとここにもう Apple CarPlay というのが出てきます。
はい、こんな感じです。コネクトした時としてない時で結構ねしっかりとこう機能がね分かれているっていうところも使いやすい部分です。これはねこのインターフェースはいちいちおしゃれだしいちいち綺麗だし、ほらねこのふわって出てくるところとかも本当に綺麗だし、クライメートとかもこれね感動したんですけど、例えばこれさちょっとこうやるじゃないですか。冷たくするとここがふわってねブルーになってこんな感じで演出がいちいちおしゃれなんですよね。こういうのって毎日使うからすっごく大事だと思いませんか？そしてですねこの辺のユーザビリティっていうのは割とこうシフトのパネルであったりとか、こういうのはパワートレインを共有している車と同じような操作系になっています。でこの中にですね Qi の非接触充電があるといったような感じです。はい、でドリンクホルダー、バタフライ式のグローブボックスという感じですね。今日たまたまストレーンでいただいたドリンクボトル持ってました。これすごい愛用してるんですけど、こういうのもスポットもちろん入ります。さあそれでは後部座席です。めっちゃ広いんですよ。ドアも大きいですけどね、ファストバックなのでここシュリンクしてるかと思いきやそんなことない、すごい乗りやすいです。はい、という感じで実際に乗ってみたらこんな感じです。ヘッドレストを合わせると背中のフィットも悪くないし、見てくださいよこの前すっごい広くないですか？そして、私の身長だとこのヘッドクリアランスもそれなりにあります。すごく乗りやすいですし、ここにもちゃんとね USB のタイプ C が2つついていたりとか、もちろん3ゾーンのエアコンになっていたりとかで結構ねおもてなしのあふれる後部席だと思いました。しかもシートが後ろもめっちゃ綺麗です。このシートすごくないですか？すっごい色の素材使ってあってめちゃくちゃ複雑、すっごい綺麗。ここメッシュなんですよ。こんなのあんまり見たことないですよね。すごい綺麗。さあそれでは2008です。こちらも GT というね上位グレードになりますけれども、この2008が SUV での、そして、208という車がハッチバックタイプでのエントリーグレードに日本ではなります。なのでボディサイズがすっごくちょうどいいんですよね。日本の道でもぴったりなんじゃないかなと思います。さあさっきの408に比べましてこの2008やはりですね SUV なので面が大きいですよね。この顔っていうのをしっかりと SUV らしくしっかりと目立たせている感じがします。デザインの共通項としてはやはりこのグリルのパーッと広がるような幾何学的なデザイン。でもこれがまたこの違ったデザインのライトと組み合わさることによってよりですねその近代プジョーっぽい顔になってます。308とすごくデザイン似てますよね。これですよ、このライオンの爪の引っかいた跡、これはプジョースポールのレーシングカーハイパーカーにもですね同じデザインが入っていて、この3つの線っていうのが近代プジョーの割とこうスポーティーさっていうのを表すアイコンになってます。光らせても可愛いのでライトつきますね。408と違って目頭のところが小さく光る感じになります。これはだからポジションランプになってるんですけれども、この白さがまた際立ってすごくですね SUV らしい顔の大きさっていうのをここでも表しているかと思います。ここでも言えるのがやはりこの近代プジョーっていうのは黒をうまく使ってるなってこの車でも思うんですよね。黒っていうのはこういう隙間の黒さもそうです。ちゃんとドットにすることによって黒とボディカラーのコントラストっていうのをすごくちゃんとつけてるんですよね。またその爪のところの黒っていうのも引き締める一つの大きなデザインになってます。やっぱりこういうところがフレンチデザインの凄さだなと思うんですよ。引き算っていうのがちゃんと生かされています。はい、サイドビューです。めちゃくちゃ可愛いサイズじゃないですか。すごい使いやすそうですよね。このコンパクト SUV というのは世界的にすっごい競合がたくさん入ってきている激戦区ですけれども、その中でもやはりねデザインの素晴らしさっていう意味ではちょっとやっぱりプジョー気になりますよね。個人的にはやっぱりプジョーすごい顔が可愛いで、このボンネットの切り込みであったりとかこのシェイプとかそれからキャラクターラインの付け方もすごく個性的なんですよ。横から見ていくとこの直線本当にプレスラインの付け方っていうのが他の国のどの車とも違う個性になってます。それはサイドビューから見てもそうで、ここにねこのような結構ね鋭角な三角の柄が入ってるんですよね。これ前だけじゃなくて実はここにもあるの見えますか？こういった頂点のあるダイヤ柄っていうのは実はフランスの伝統的なデザインの一つでもあります。その頂点を結んでドアのショルダーのところにですね一本線が緩やかに入っています。これもすごく面白いですよね。
そして SUV なのでしっかりと下に樹脂形状が入っております。このフェンダーアーチとそれからボディのサイドのスカートのところですね、その上にシルバーを入れることによってここも上品さを少し表しているかなと思います。 GT というロゴのところにチタンのカラーが入っていて、ここもツートンになってます。めちゃめちゃカジュアルでちょっとしたカラーのトーンの差ですけれども、ここもおしゃれさをアピールしてるかなとも思います。ちなみにこの黒マルチカラーのラメが入っててすっごいギャルっぽいです。めっちゃ可愛い。さあそしてタイヤとホイールです。じゃあこちらはですねグッドイヤーが入っておりますけれども、サイズとしては17インチ、ね、結構厚めのタイヤ使っておりますので、乗った時に結構バウンスするような味が楽しかったです。これは次の試乗で詳しくお話ししていきましょう。デザインとしてはこれもね近代プジョーらしい、クローズド感の高いですね、ペイント面の多い幾何学的なデザインになってます。とっても個性的で可愛いです。はい、リアビューです。こちらもベイビー3008と呼んでもいいようなすごく凝ったリアビューになってます。ライトのところもすごいおしゃれなんですけれどもね、後ろを見ると思うじゃないですか、やっぱり黒をすごく効果的に使ってるんですよね。はい、これでライトついてると思います。ハザードつけます。この2008に関してはですね、こういうように上と下のユニットを分けていて、下がこうクリアになっていて、で上はですねベタっと LED みたいな感じで、でパンランプはここに光るというような感じです。これも外のレンズがクリアになっているので本当に綺麗ですよね。シンプルなんですけれどもすごく凝った印象を与えるライトだと思います。ちゃんとテールパイプ2本なし、これも嬉しいですよね。さあそれではテールゲート開けてみたいと思います。これは手動です。さすがにね2008はグレード的にはエントリーということで手動になってますけれども、ハイブリッドなのでこちらですね荷室も結構ね広めに取られています。あら、下にちゃんと物が入るわ。はい、このボートがですねこのグリップがシルバーでメタルになっているので、これすごいですよね。そうこういうことなんですよ。こういうものがちょっとこういう装飾が入ることによって高級感が出るのであれば全メーカーやった方がいいでこれを下にやったりもできますし、で上にやって、この下をですねちょっとコンパートメントとして使うのもありです。ここなんか突起があって、何これ、不思議。なんかちょっとここで支えになるようになってますね。正直本当に十分な広さだと思います。さあそれではインテリアです。プジョーは2008エントリーですけれども、エントリーと思えないぐらいこちらもインテリアすごく綺麗です。GT グレードということもありまして、先ほどのですね408と同じようにこの蛍光のグリーンみたいな黄色みたいなパキッとした色がステッチにたくさん入っています。こんな綺麗なんですよ。知ってました？でここはエンボスで、この辺はステッチで表していてとても個性的です。素材も2つ使っていてすごく贅沢な感じがしますし、またシートの形状もセミバケットのようにですねサポートが結構立っているので、この小径のステアリングと合わせてもうやっぱりプジョーってスポーティーな、車を作るメーカーだなというような印象を視覚的にも与えます。乗ってもこのドアハンドルのところにねステッチが入っていたりとか、この辺カーボン調だったりとかして本当にスポーティーでかっこいいんですよ。こうパッと乗った時に気持ちを上げてくれる SUV という意味ではめちゃくちゃ細工として成功しているインテリアの作り方は本当にねどのモデルに乗っても素晴らしいなと思います。それではスターターつけていきましょうね。結構これはねしっかりと押し込むといいタイプです。はい、こちらもですねそのディスプレイの方がデジタライズされましてとっても綺麗ですが、上位の車と違ってシングルのね1枚タイプのですねディスプレイになっているというのが特徴です。でこちらのメーターに関してはこのメーターは、その408と同じくですね結構ね 3D になっていて奥行きのあるねデザインが特徴になっています。すごくこれ個性的なので見て先進感もありますし、またフレンチデザイン美しいって思わせるねちょっとエモさみたいなのもあります。そしてですねこのアイコックピットの作りなんですけれども、この2008に関してはですねもうちょっとシンプルになっていて、さすがその辺はねエントリーグレードといった感じなんですけれども、トグルスイッチがたくさん並んでいる感じなんですね。だからちょっとメカっぽい感じが好きな人からするとこっちの方がタイプだよという人もいるかもしれません。面白いんですよ。こういうね斜めになってて、この斜めのところにほらこれね今私触っただけですけど静電式になっていて、触っただけで分かります？電気ついてるの、シートヒーターが
つくようになってます。そしてこの辺のクライメートもこう触るとほらこんな感じで表示が動きますので、カチッとしなくてもいいんですよね。でこの軽いタッチだけで動くというのも、非常に先進的だし、またいいものを持ってる感っていうね、満足度にもつながるかと思います。そして大事なスイッチはですね、このサーキュレーターであるとか、それからエアコンマックスであるとか、もちろんハザードであるとか、こういったものはトグルになってて、ここもちょっとメカっぽさというかね、そういうのを感じます。でさらにこちらに USB のタイプ C が2つついていて、ここがちょっとした物入れみたいになっていると思いきや、ここが非接触でございます。だから本当はねこうなるんですよ。こうなるので、これを非接触として使ってもいいし、小物入れとして使ってもいいわけですよ。こんな感じです。すごいすっきりしますよね。だから本当はここに非接触が、いいわ、それは言わないでおこう。でここにこのようにシガーソケットもあります。そしてこのコード類なんですけれども、もちろんこれコードをつけると、ここに Apple CarPlay として、iPhone ガジェットが、ミラーリングできるといったようなメリットもありますし、これね、プジョーの候補者に必ず入れてくれてあるんですけど、これ拭くやつなんですよ。もう全然これ個人的な意見ですいません、めちゃくちゃいいですこれ私の車にも欲しい、全メーカーこういうの入れてくれてたらいいのにって思っちゃいます。そしてパワーユニットは、408と同じハイブリッドが搭載されてますので、ここのスイッチ系統はかなりデザインが似てますが、これもちょっとまたねデザインが違ったものになってます。ここにこう手を乗せられる台みたいなのがあって、こうスイッチできるようになっているんですね。であとドライブモード、ドリンクホルダーといったような形です。さあそれでは後部座席行きたいと思います。2008は SUV なのでヒップポジションが近いというね、アプローチの良さっていうところにつながるかと思います。スカートでもサクッと乗れる、いいですよね。で後ろも座席がすっごい綺麗です。そして実際乗ってみるとこんな感じです。これもすごい広いですよね。シートの膝前がこんなに開いてます。そしてシート自体もやっぱりこの車もですねシアターレイアウトになっていて、全席よりもヒップポジションがとっても高いので、先ほどの乗り込みのしやすさということに加えまして、前方視界の圧迫感のなさというところにもつながっています。ですから座っててとってもこう広々とした広がりのある空間っていうのを感じることができるんですよね。そしてこのショルダーのなさっていうのも、この前の空間の見通しのしやすさっていうところにもつながってて、ここも車は小さいですけれども、その小ささを車内では全く感じないと、いいパッケージじゃないですか。そしてここに USB のこれはタイプ A と C がついている感じですね。そしてステッチがたくさん入っていて、このシートもまたすっごい凝ってて、本当にこれエントリー SUV なのって思うぐらいですね。やっぱりプジョーはインテリアがいい、すごい。自分でできる、簡単、早くて効果抜群、ダイヤモンドプラスシラザン50です。全然ツルツル。はい、というわけで今日はこちら2台のプジョーのハイブリッドをご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。個性が全然違うので選択肢としてはですね、直接の競合にはならないかもしれないんですけれども、両方とも同じパワートレーンで実は走りが全然違うということで、次回はですね走行編をお届けしていきたいと思っております。皆さんこちらの方もご期待いただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。